皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。本日も漫画レビューをしていきましょう。今回レビューする作品はこちら。異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する。レベルアップは人生を変えた。です。先に感想を言いますと、作者の公開オナニーかな？下品な言葉でしたね。申し訳ありません。でも本当にそんな感想が真っ先に出てきてしまいました。あくまで私が思ったことですからね。作者自身はそんなこと全く考えていなくて作っている可能性もありますから。でもどんな作者であれ、自分の好きな物語を書いていると思いますから、自慰行為とも言えなくもないんですけれども、こんなあからさまに見せつけるかのように目の前でやられると、いやーきついですっていう。では、どこがきつかったのかをお話ししていきましょうね。ネタバレと批評を多分に含みますので、見たくないという方はブラウザバックしてください。いいですね。始めますよ。では始めていきますね。あらすじっぽいものから話していきましょうか。主人公は容姿が醜く、同級生からはいじめられ、親兄弟からも疎まれている、天上優也、です。しかし祖父からは、そんな姿でも、優しくしなさい、優しくした人を大切にしなさい、と教育されてきたので、根はとても良い子なんです。ここまで疎まれ続けたら根性ひん曲がってしまいそうですが、まっすぐな性格でとても好感が持てていいです。学校で同級生の不良にボコボコにされ、兄弟からは存在を否定された日の夜にですよ。不良に絡まれている女性を、勇気を振り絞って助けようとするくらい優しく、勇気ある子なんです。ボコボコにはされてしまいますけれど、そんな主人公が、異世界に行って、筋肉バキバキ、高身長、イケメン、になって周りの女性からちやほや、ごめん待ってストップブラバーすごいな。物語としては、ライザップに大成功したこのイケメン主人公が現実世界と異世界で無双する。という至極単純なもののようです。デブスな姿でも頑張って成長していき、優しく強くなった主人公のことを周りが認めていく。みたいなお話じゃないのよ残念ながら。そんなお話が私は見たかった。まあナロー系に精通している読者様たちは分かりきっていた展開だったでしょうけれど、私にはまだその免疫がなかったようです。いえもうね、変わりすぎなのよ。もはや別人なのよ。どこにも面影がないの。ヒールされたの？されてるでしょ？誰？回復術師呼び寄せたの。そして、一番最初におじいさまが言っていたように、イケメンになったからといって、性格は変わっていないから優しいままなんですけど、何か主人公がやるたびに、イケメンだからこういう反応になるんだよね、元のままだったら違うよねって頭に思い浮かんじゃうんです。だからイケメンが起因の展開じゃなければまだいいのですが、がっつりモデルに選ばれ、写真撮影します。しかもその写真が拡散され、謎のイケメンとしてもっと話題になりそうな予感です。現実世界を織り交ぜられると余計に、作者の願望詰め合わせセットを見せられてる感じ。しかも、主人公が蔑まされている原因って、醜いからの一点だけなんです。いや、それだけだと思っているということは、結構な自己評価の高さが伺えますよね。しかしそれがなくなった今、主人公にとって自分はパーフェクト。居場所もできるから、現実世界での物語って終わり。おじいさまの言う通り幸せが来た、ということでしょう。ひたすらその幸せな後日談を見せられてる感じ。ほんときっついです。さらにきついことを言うと、借り物の力すぎるんですよ。異世界への扉を開いたら、難攻不落の一軒家をもらい、超絶強い武器が用意されていて、個人の力関係なく一撃でモンスターを倒し、超絶強い防具一式が出てきて、一気にレベルが上がるって。どんな善行、もしくは苦行を受け続けたらそんな都合の良い展開が待ってるんですか？
ナロー系だからと言われればそれまでなんですが、ナロー系だとしてもその力を使って自分オリジナルな何かをするじゃないですか。もっと小出しにしたりするじゃないですか。それすらもないんですよ。本当にただただ俺つしてるだけ。それが好きな人たちであれば全く問題ないんでしょうけれど、私には接待すぎてきついです。強さを示すためのナロー系特有な RPG 風ステータス表記だって適当だし、何このキリのいい数字たち。この世界のステータスシステムは分かりやすいですね。キリが良すぎて気持ち悪い。こんなのわざわざ出す必要ってある？僕が考えた最強のステータスみたいで可愛らしくはないですね。そして14か15年も生きてるのにステータス1って、この主人公の力が1だとしたら赤ちゃんっていくつなんでしょうね。限りなく0に近い 1？ 0表記なんてまさかないですよね。いくらさ、弱い主人公を描きたかったからってさ、もう少し考えましょうよ。まさかどんなに強い人であっても異世界に来た瞬間から弱々しい新しい体にでもなるのかな。そんなバカな、とは思いますが、そうとしか思えませんよこのステータスは。しかもさ、最初に使った武器、絶装。ステータス1にもかかわらず一撃必殺なんですよ。もうモンスターのステータス見る必要はないですね。絶対に当たるし貫通するし戻ってくるんですよ。これ使ったらモンスターとの対決なんてハラハラもせず、ああはいはい強いねで終わるし、使わなかったら何ナメクしてるのって呆れるし、実際森で殺されそうになっていた王女をモンスターから助ける時には絶装を使いませんでしたし、いや棒高跳びの棒としては使っていましたが、それを遠くから投げれば良いだけの話だったの。強者はナメクするものってナロー界隈では当たり前みたいですし、しょうがないことですよね。私は命のやり取りしてるのにナメクするのは気持ち悪くてしょうがないですけれど、という感じのナロー系作品でした。俺つが見たい人、かっこよくモテモテな主人公が見たい人、現実と異世界を行き来して両世界で活躍する姿を見たい人たちにはおすすめかもしれません。私みたいにしのぼの言わないで何も考えずに読めば大変面白い作品だと思いますよ。実際イケメンになった主人公はかっこよく描かれていますから、1、2章をなかったことにすれば普通のナロー系作品として見れると思います。絵は結構いいんですけれどね、もったいない。イケメンにならなければなあ、好きになれたはずなのになあ。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで私が思ったことをありのままにレビューしていきます。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回レビューしたい作品がありましたらお会いいたしましょう。